石川数正出奔の理由。どうする家康に学ぶ日本史。家康を数正は本当に裏切ったのか。石川数正は徳川家康が幼少の時に人質として今川家にあった頃からの重臣である。しかしその数正が小牧長久手の戦いの後に突如として徳川家から出奔して豊臣家に寝返ってしまうのである。本当に数正は裏切ったのだろうか。なぜ石川数正が徳川家を出奔したのかを詳しく見ていこう。三河の武将の家に生まれた石川数正は徳川家康よりも10歳ほど年上で、人質時代から家康の側近として仕えた。数正は三河一向一揆で多くの家臣たちが一揆側に寝返る中、改宗してまでも家康に付き従って戦っている。三河武士の多くが不器用で武勇を誇るのみであったのに対し、数正は学識もあり、外交や政治にも才能を発揮した。織田信長が本能寺の変で撃たれた時、堺にいた徳川家康は石川数正らわずかの友回りと伊賀越えを決行して無事帰国している。そんな数正であったが、家康と豊臣秀吉が戦った小牧長久手の戦いが痛み分けに終わり、和議締結に奔走していた数正が突如として出奔する。1584年天正12年、織田信長の子息織田信雄を擁した徳川家康は三法師後の織田秀信を担いだ豊臣秀吉と小牧長久手で戦った。しかし勝負は決しないまま、翌年には秀吉と家康の間に和議が成立する。そして1585年天正13年の11月13日、徳川家康の重臣で岡崎城代であった石川数正が突如として徳川家を出奔して秀吉のもとに走るのである。記憶によれば数正は女房や子供たちを連れて尾張まで行き、その後京都を経由して大阪城へ出向いている。石川数正の出奔については以前からさまざまな説が唱えられてきた。秀吉の人たらしの術中にはまったためや、徳川家中の内紛に巻き込まれたためなどが主流である。ところが近年研究が進んで、石川数正は家康と示し合わせて秀吉のもとに行ったという説が脚光を浴びている。数正が出奔した頃、徳川家康は重大な危機を迎えていた。家康は豊臣方へ寝返った真田昌幸を成敗するために7000の兵士を動員して上田城攻めを決行する。ところがたった2000の真田軍に徳川軍は敗北して千数百人の犠牲を出すのである。豊臣秀吉は人質の供出を拒む家康を潰す好機とみて、1585年天正13年11月、家康成敗のお触れを出した。ところがその直後に天正大地震が発生して、近畿中部地方は甚大な被害を受けるのである。家康成敗を一時的に断念した秀吉は再び融和策に切り替え、秀吉の妹旭姫を家康に嫁がせるのである。このように石川数正はちょうど
家康が苦境に追い込まれた時に出奔しているのである。数正の出奔については、徳川家を裏切った卑怯者というイメージが根付かされてきた。しかし状況を詳細に見てみれば、秀吉に口説かれて裏切ったというような単純な事件ではなさそうである。石川数正は家康が6歳の頃から仕えた、まさに家康を我が子以上に慈しみ教育した人物である。家康の苦境を救うために数正が嫌われ役、汚れ役の裏切り者を演じたとしても別に不思議ではない。またオールマイティーな石川数正は徳川家の他の武将から嫉妬されていたという背景も存在する。この頃秀吉は急に態度を改め、上洛を渋る家康に秀吉の母大政所を人質に送ったため、家康は上洛して恭順の姿勢を示し危機を脱した。このことから家康と数正はこの危機を乗り越えるために示し合わせ、数正が秀吉のもとに行き干渉役となったと考えられるのである。数正は秀吉から泉八万石をもらい、その後は松本八門石に転封されている。秀吉とのつなぎ役の数正がいたからこそ、徳川家康は安泰となり、関東で力を蓄えて時が来るのを待つことができたという以上の説が近年注目されている。石川数正は1592年文禄元年に逝去している。家督は嫡男の石川康長が継いでいる。関ヶ原の戦いで康長は東軍として家康の下で戦っている。しかし後に石川康長が大久保長安事件に関与したという理由で石川家は取り潰しとなっている。そのため後世では石川数正が出奔したため石川家は取り潰されたと言われてきた。ところが数正の出奔と後に起こった幕府内の権力争いである大久保長安事件は全く関連性のない事件なのである。今後も研究が進んで新たな事実が明らかとなれば、石川数正の出奔が徳川家康を救うためであったということが証明され、いつか美談として語られる日が近いのかもしれない。